なたの街を走るバスに運賃を払わずに乗っている人がいる。ズルをしているのではない。1枚のカードを持っているだけだ。そしてそのカードは ADHD と診断された人も受け取れることがある。ただし、その話は最後にする。制度はあなたが自分の脳の仕組みを理解した後で初めて意味を持つからだ。この動画では ADHD を最初から最後まで解説する。脳で何が起きているのか、薬は何をしているのか、そしてあなたが使える制度は何か。一つだけ約束する。ここから先に気合が足りないという言葉は一度も出てこない。まずあなたが毎日経験していることから始める。鍵をどこに置いたか思い出せない。締め切りは前日の夜まで手がつかない。会議中、体が勝手に動く。これを性格の問題だと言われ続けてきたなら、それは違う。ADHD 研究の中心にいるラッセル・バークリーは ADHD の中核を抑制の欠損だと説明した。抑制とは反応を一旦止める力だ。止められればその隙間で考えることができる。止められなければ思いついた瞬間に体が動く。バークリーはこの抑制の上に4つの実行機能が載っていると考えた。頭の中でイメージを保つ力、頭の中で自分に語りかける力、感情と意欲を自分で調整する力、そして覚えたことを組み替えて新しく作る力。抑制が弱いとこの4つすべてが十分に働かない。能力がないのではなく、必要な瞬間に呼び出せないのだ。しかもバークリーのモデルでは、これは失われた能力ではない。脳の皮質が成熟する時期が後ろにずれているという発達の遅れとして説明される。脳の中身を実際に測った研究もある。ノラ・ボルコーたちは薬を使っていない成人の ADHD53 人とそうでない44人の脳を中の様子を画像で調べる装置で比べた。差が出たのは報酬と意欲に関わるドーパミンの回路だった。そしてその指標が低い人ほど不注意の症状が強かった。つまりあなたの脳は遠くにある報酬では火がつきにくい。3ヶ月後の評価では動かず、今日の締め切りでようやく動く。やる気の問題ではなく、やる気の起動条件が違う。ではその脳は不良品なのか。ここで少し遠い場所の研究を見てほしい。ダン・アイゼンバーグたちは2008年にケニア北部のアリヤールという人々を調べた。同じ民族でありながら遊牧を続ける集団と定住した集団に分かれていた。調べたのは DRD4 の 7R と呼ばれる遺伝子の型だ。ADHD との関連がたびたび報告されてきた方で、この集団ではおよそ2割の人が持っていた。結果はきれいに割れた。7R を持つ人は遊牧を続ける集団では栄養状態が良かった。同じ 7R を持つ人が定住した集団では栄養状態が悪かった。同じ遺伝子だ。変わったのは環境だけだ。それだけで有利と不利が入れ替わった。その入れ替わりが起きる場所として研究されてきたのが企業だ。ヨハン・ビクルンドたちの研究は ADHD の症状を持つ人が企業に強く惹かれ、実際に起業する確率が高いことを示している。ただし、ここからが重要だ。多動と衝動の症状は行動の速さを通じて事業に貢献していた。一方で、不注意の症状は貢献していなかった。2026年に発表されたまとめは、47の研究と298の結果を統合している。そこで見えるのも同じ形だ。つまり、ADHD は才能ではない。才能だと言い切るのは、都合のいい部分だけを切り取る言い方だ。正確に言えばこうなる。ADHD の一部の特性は特定の場面で有利に働き、別の一部はその同じ場面でも不利なままだ。ここで一つの物語を見てほしい。あなたの物語だ。あなたは教室で45分間座っていることができなかった。
先生は努力が足りないと言い、あなたもそう思っていた。あなたは会社に入り、決められた手順を、決められた順番で守る仕事を与えられた。書類はたまり、締め切りは崩れ、あなたは自分を無能だと思うようになった。ある日、あなたは自分で決められる場所に移った。何をやるかを自分で選べる場所だ。すると、何かが変わった。締め切りが自分の生活に直結した瞬間、あなたの脳はやっと火をつけた。眠るのを忘れるほど集中した。誰も思いつかなかった組み合わせを、あなたは3日で試した。止められない脳が、初めて味方についた瞬間だった。ただし、物語はここで終わらない。請求書は出し忘れた。契約書は読み飛ばした。不注意は、環境を変えても消えなかった。だからあなたは、2つのことをした。忘れても回るように、仕組みを作った。そして、自分が苦手な部分を、得意な人に渡した。これが、この動画で言える成功の形だ。特性が消えたのではない。特性が働く場所に、あなたが移っただけだ。ここから、薬の話をする。最初に伝えておく。ここで話すことは、あなたの治療方針を決めるものではない。必ず主治医に相談してほしい。日本でよく使われる薬の一つが、コンサータだ。中身はメチルフェニデートで、少しずつ溶け出すように作られている。働き方はこうだ。ドーパミンとノルアドレナリンが、放出された後に回収されてしまうのを妨げる。回収を遅らせることで、信号が届く時間を延ばしている。効き方には形がある。飲んでからおよそ7時間で最も強くなり、そこからおよそ3時間半で半分に落ち、全体でおよそ12時間続く。だから、飲む時刻が重要になる。午後に飲むと、効いている時間が夜まで伸びる。眠れなくなる理由の多くは、ここにある。主な副作用は2つだ。1つは不眠。もう1つは、食欲が落ちて体重が減ることだ。食欲については、効き目が最も強い時間帯を避けて食事をとる。量よりも密度の高い食事にする。といった工夫が使われる。もう一つ、知っておくべき仕組みがある。コンサータとビバンセは、2019年の12月から、適正流通管理システムという枠組みの中でしか扱えなくなった。登録された医師が処方し、登録された医療機関と薬局でしか受け取れない。患者の情報も、その仕組みに登録される。これは、依存と乱用を防ぐために作られたものだ。次はサプリの話だ。ここでは、あなたが期待している答えは出ないかもしれない。まずクレアチンだ。筋肉のためのものだと思われているが、脳もエネルギーを大量に使う臓器だから、理屈としては説得力がある。しかし、正直に言う。ADHD を対象にした比較試験は存在しない。ADHD の症状に効くという直接の臨床的な証拠は、今のところない。健康な人の記憶や処理速度については、小さな効果を示すまとめもある。ただし結果はばらついていて、2024年にヨーロッパの食品安全機関の専門家は、認知機能の改善との因果関係は確立していないと述べている。うつ病の補助として使った小規模な試験では、改善の報告がある。ただし、それはうつ病の話であって、ADHD の話ではない。次にカフェインだ。動物を使った研究のまとめでは、注意や学習や記憶の改善が報告されている。ところが、人間では同じ結果にならない。子供の ADHD を対象にしたまとめでは、多くの試験でプラセボと差がつかなかった。さらに厄介な報告もある。ある試験では、持続的な注意は改善したのに、衝動性はむしろ悪化していた。そして最大の問題は睡眠だ。カフェインは睡眠を削る。睡眠不足は、不注意も衝動性も悪化させる。翌日の自分から借金をすることになりやすい。ここで、最初の話に戻る。バスの運賃の話だ。精神障害者保健福祉手帳という制度がある。ADHD を含む精神の障害で、
生活や仕事に継続的な支障がある場合に申請できる。等級は1級から3級まである。交通機関の割引では、1級が第1種、2級と3級が第2種として扱われる。この手帳で受けられるものには、鉄道やバスの運賃割引、所得税と住民税の障害者控除、NHK の受信料の減免、自治体によっては水道料金の減免などがある。バスに安く乗れるという話の正体はこれだ。ただし、その内容は自治体によって大きく違う。医療費の助成も同じだ。1級だけ、あるいは1級と2級だけを対象にする自治体が多い。しかし、3級まで対象にしている自治体もある。だから、この動画の内容を当てにしないでほしい。あなたが使えるかどうかは、お住まいの市区町村の福祉窓口でしか確定しない。次に、自立支援医療という制度がある。精神科への通院にかかる医療費の自己負担を原則として1割まで下げる仕組みだ。さらに、世帯の課税や所得の状況に応じて、一月の自己負担の上限額が決まる。その上限に達した後は、公費で負担される。ここで、よくある誤解がある。上限額を決めるのは、あなた個人の収入ではない。世帯全体の課税の状況だ。使うときは、受給者証と自己負担上限額管理表を医療機関と薬局で毎回出す必要がある。出し忘れると、その回は適用されない。そして、障害年金だ。2026年度の障害基礎年金の2級は、年額で84万7300円。月に直すと、およそ7万円になる。子供がいる場合は加算がある。以前は、私的な遅れを伴わない発達障害の認定は厳しかった。今は、ADHD 単独であっても、生活や仕事に重大な支障があれば、認定の対象になりうる。ただし条件がある。初診日に年金に加入していなかった場合や、保険料の未納の期間が一定以上ある場合は、対象から外れることがある。制度の話をすると、甘えではないかと考える人がいる。しかし、これらは設計されたものだ。使われることを前提に作られている。最後に、この動画の結論をまとめる。あなたの脳は壊れていない。報酬の距離に対する反応が違うだけだ。そしてその違いは、環境によって有利にも不利にもなる。薬は、その反応の時間を延ばす道具だ。効く時刻と副作用があるから、必ず主治医と決めること。クレアチンとカフェインには、ADHD の症状を治すという証拠はない。特にカフェインは、睡眠を削って翌日を悪くしうる。そして制度は、あなたを助けるために先に置かれている。手帳も、自立支援医療も、障害年金も、まずは、お住まいの市区町村の福祉窓口と、主治医に聞くことから始まる。あなたが変えるべきなのは、あなた自身ではない。あなたが立っている場所だ。